日本国有鉄道誕生第1話。はじめに、国鉄を鉄道国有化の明治時代まで遡るか、戦後の昭和24年以降とするかは、議論の分かれるところではございますが、ひとまず、昭和24年以降の日本国有鉄道以後の内容ということで、技術を進めさせていただきたいと思います。なお、国鉄に関する労使問題や車両の動きなどといった専門的と思える分野は別の機会ということで、今回は概要のみを伝えこうとしたいと考えております。日本国有鉄道の誕生伝史。日本にはかつて鉄道省という役所、さらに古くは鉄道院という役所がありました。戦時中は逓信省、現在の日本郵便の電信と統合され、運輸逓信省に、さらには運輸省になり、空襲激しくなる中でも兵員輸送に、また武器弾薬輸送など、貨物輸送にと電力を持って鉄道員の方は苦労されました。特に昭和も20年になると、本土決戦が叫ばれるようになり、鉄道員も軍人とほぼ同等の扱いを受けることになりました。組織もそれに見合った形に改変されていきました。しかし、広島、長崎に原爆を投下された日本は、その国力にも限界を感じ、伝染むらしく敗戦。原爆投下の際にも、多くの人々を病院に運んだのも、国鉄を中心とした鉄道であり、また、昭和20年8月15日、終戦が国民に知らされた時も、荒人神である天皇陛下の放送すら聞かずに、黙々と安全輸送に邁進していたのも国鉄職員でありました。さらには、翌日以降、国民が虚脱感に打ちひしがれている時でさえも、正確に時を刻みつけていたのは、やはり国鉄であり、車両を動かす国鉄職員の人々でありました。福音輸送と国鉄。国鉄にとって終戦後の最も大きな業務は福音輸送でした。陸海軍省は解体改組され、それぞれ第一福音省、第二福音省となりました。国鉄はこうした多くの海外からの兵を国内に輸送する仕事が始まったのです。特に長崎早野崎や舞鶴などは福音船の港となったため、多くの臨時福音列車が設定され、また多くの人がふるさとへと帰ってきました。国鉄に課された使命は、武器弾薬から人代という宝を無事ふるさとに運ぶことでありました。ここに以前読んだ雑誌の中にその当時の話を語った一文を思い出します。大阪駅では長時間停車があり、そこで多くの兵員はホームにうずくまうそうだった。何故か。それは排泄のためであり、駅のベンチまで行く前に力も残っていない。そしてそれを誰も止めはしない。やがて時間が来て列車はふるさとへ向け旅立つ。そして駅のホームには多くのお土産が。駅員は黙々とホームを清掃し、次の列車を待つ。そしてそれの繰り返しだということで、当時のですね、早野崎から東京ね、上野までの列車っていうのが走ってたそうなんですけれども、これ見ますとですね、長崎の早野崎から大阪までで約24時間かかってるんですね。で、大阪駅で約30分ほどね、停車しているっていうのをね、見ていただけるかと思います。さらにここからですね、約9時間ぐらいかな ?6 時間。そうですね、9時間やね。15時間ぐらいかけてね、また東京までね、向かっていると。そういう列車が走ってたっていうのをね、知っていただければなと思います。これは当時の時刻表を参照しながらですね、ちょっと抜け出させてもらいました。人心も乱れ、冷め切った中で、国鉄職員は、戦後の日本を支えるのは我々だという強い信念で立ち向かえたのだと思います。その背景にあったのは、鉄道国有化の頃からとあった国鉄一家主義の延長にあったのではないかと思うのは考えすぎでしょうか。さらに、部内でも検討された経営形態。戦後の混乱の中、公共輸送を担う国鉄では、福音社の受け入れ、福音社輸送などに防災される中、経営は赤字を続け、政府部内にも歓迎方式をやめるべきではないかといった議論が出てきました。政府は昭和21年6月に
鉄道会議管制を改正し、民間人を含めた運輸大臣の諮問機関として発足しました。そこで国鉄、当時は運輸省鉄道総長は、独立採算制を採用することが必要であるという答申が行われました。昭和23年1月のことです。そこで経営悪化が顕在化していた国鉄バスについて施行が実施されました。現代の中国 JR バス広島営業所の広浜線横川自動車区で昭和24年1月から施行、同年4月から全国の国鉄バスで自動車区単位の独立採算制となるなど、部内からも変わっていこうという動きが出てきましたが、未だ決定では出ませんでした。続きます。公社会伝に話題となった民営化。後にマッカーサーの指示により、公共企業体として再出発を果たす国鉄ですが、第二次世界大戦終戦直後の昭和20年9月頃から三菱経済研究所など民間の研究機関から民営論が叫ばれ、また大会からも戦後の公債を処理するために鉄道などの政府事業を払い下げる声があったようです。経済界への影響の大きさを考慮し、そのままとなりました。このように比較的早い時期から国鉄の民営化というか、払い下げの運動があったことには注目しておいてください。全国津々浦々に伸びる路線網は、国家の根幹である経済を支える骨格でした。進駐軍輸送に多くの資材や人員を取られ、日本人は貨車や破損した客車などに乗せられたとはいえ、国鉄が運ぶ貨物輸送と旅客輸送は、多くの国民の生活と命を守ってきたと言っても過言ではないと言えましょう。